Surface Pro 8ね、1ヶ月使ってみました。もう完全にデスクトップとして使えますので、この使い方はとにかく仕事がはかどるというところでしたね。YouTube ぐらいの動画編集とか、もう Surface Pro 8で僕は全然十分なんじゃないかなと、こういう風に耳の中にね、突っ込んでもどうもこんにちは。サーフェスファンチャンネルのタカフです。このチャンネルではサーフェスの役立つ情報をひたすらアップしているチャンネルとなっております。そして今日のテーマはてでーん、サーフェスプロ81ヶ月使ってみたレビュー。はい、僕もねとうとうサーフェスプロ8ね、1ヶ月使ってみました。もう僕はね実際に仕事としても、使ってみましたので、ちょっとね今回はそのレビューをね、お届けしたいと思います。一応僕が買った、Surface Pro 8のスペックなんですけども、プラチナカラーでして、インテル Core i7 の 16GB メモリーで、256GB ストレージのやつですねを、買ったんですね。そしてあとね、タイプカバーもちょっと僕のは指紋認証付きのやつを、選んでみました。はい、これをね、使ってここはやっぱ良かったなーっていうのを、ちょっと伝えたいと思いますので、どうぞ楽しみにしてください。それでは行きましょう。ゴー！はい、まず最初にね紹介したいのは、僕はねこれでしたね。デスクトップ化ですね。この Surface Pro 8 1台からこのように2本でね USB-C で外部モニター2枚つなぎまして、3枚の画面構成でデスクトップ化こうやってできてるわけなんですけども、これがね仕事するにはねやっぱめちゃくちゃ便利でしたね。でも何が便利かっていうと、こういう風にね、複数のねモニターで使いますと、こういう風にウィンドウを動かして、こっちでねメインのディスプレイで作業しつつ、右に Yahoo をね移動したりとか、一番最後に一番3枚目にねこういう風に移動したりとかして、縦横無尽にウィンドウを動かして作業することができるんですね。で、外部マウスとキーボードを別途用意すればですね、もう完全にデスクトップとして使えますので、この使い方はとにかく仕事がはかどるというところでしたね。で、僕はですね普段ウェブ系エンジニアとして仕事してるんですけども、そういうプログラミングとかね、の使い方にはもう本当に抜群に良かった使い方なんですけど、左でこんな感じで開発環境を出しておいて、で右にその確認画面をね出しつつ、この Surface Pro 8の方にはエクスプローラーで、ファイルの場所とかを表示したりするんですね。この時ね Surface Pro 8はちょうどいいサブモニターみたいな感じになってくれるので、ここもすっきりしてキーボードも外せますので、ここもすっきりしてね、こういう使い方ができると。これは良かったですよね。で、このデスクトップ化はね、動画編集する時にも、便利でしたね。こんな感じで、左でタイムラインとかのね、動画編集画面を出しておいて、で右で、プレビュー画面をね全画面表示してしまえば本当に超効率的にできますので、こういう本当にクリエイター系のね方にとってもすごい便利なんじゃないかなと思いますね。であとちなみにですね、Surface Dock 2っていうのがここにありまして、これを使ってでも2画面出力っていうのはできるんですけど、Surface Pro 8は今回 USB-C2 ポートありますので、これをね直接2本ケーブルぶっ刺して2画面出力することもできるんですね。でちょっと1ヶ月使ってみた結果、Surface Dock 2よりもこっちの直接ケーブルつないじゃった方が安定してましたね。Surface Dock 2の方だとスリープして1回また立ち上げる時とかにこっちの画面が映らなかったりとか、そういうこと結構あったりしてたんですけども、直接つないだ方は、この方式の方はそういうことが一切なくてですね、超安定して使えるというところなんですよね。だから今はもうずっとこの使い方を、使ってます。はい、で次に、Surface Pro 8これ良かったなーって思ったのがマシンパワーですね。試しに、ちょっとここでね Adobe Premiere Pro を使って動画編集のちょっとエンコードのね様子をお見せしたいと思うんですけども、はい、今ね、こういう風に動画のエンコードを始めてるんですけど、前編集した動画ねちょうど12分っていう長さの動画なんですけど、それを書き出すのに、だいたい9分とか、だったんですよね。そんぐらいで、書き出せてしまいます。普通の YouTube 用のフル HD の
サイズでも本当にこの10分以内で書き出せてしまうので、めちゃくちゃパワフルなんですよね。パワフルというか、動画に特化した、もっとパワフルな PC はありますけども、こんなタブレット PC でね、そんな時間でエンコードできるんだったら、僕はこれ十分じゃないのかなと思ってるんですよね。で、こういう風にタスクマネージャー開いてみてもですね、GPU のところ、内部 GPU、今回第11世代の、インテル CPU になりまして、インテル XT グラフィックスっていうのになったんですね。これがね、めちゃくちゃパワフルで、グラフィック系の処理能力がすごい高まってるんですよ。だから今ガンガンに動いてくれていて、これでエンコード時間が速くなってるっていう感じなんですよね。なので YouTube ぐらいの動画編集とかもうそんな、動画でしたら、もう Surface Pro 8で僕は全然十分なんじゃないかなと思うんですよね。一応最近ね、M1 MacBook Pro っていうね、Mac 出ましたけども、あれの方が確かに、動画処理能力としては絶対高いはずなんですよね。高いけれども、例えば測ってはいないですけど、この12分の動画を書き出すのにSurface Pro 8だったら9分だったのが M1 MacBook Pro だったら5分とか半分になりますよと言っても、その 4,5 分じゃないですか、その節約される時間っていうのは。なのに、24万円からでしたっけ、っていうね、ちょっと結構価格が跳ね上がってしまいますので、このぐらいのね動画の書き出し時間、のパワフルさがあるんだったら Surface Pro 8でも良くないですかっていうね、っていうのがSurface ファンからの一意見ですね。しかもM1 MacBook Pro 悪く言うわけではないんですけど、新しい M1 MacBook Pro って14インチのやつは 1.6 キロあるんですよね。結構持ち運びするとき重いんですよね、1.6 キロって。で、Surface Pro 8は 1.1 キロなので、この差は結構でかいんじゃないのかなと思うんですよね。重さに関してはちょっとまた別途お話ししたいと思います。次にですね、Surface Pro 8、これ良かったなーって思ったのが静かさですね。静音性。今回の Surface Pro 8は一応ファンがねつくよという変更になったんですよね。というのは Surface Pro 7、こっちは完全ファンレスで本当にね無音、音がしないっていういうのが売りだったんですけども、でSurface Pro 8はファンがつくっていうことでちょっとね、うるさくなるんじゃないかなっていう僕心配あったんですけども、その心配はね杞憂に終わりました。もう本当にめちゃくちゃ静か。負荷をかけた時はさすがにファンが鳴るんですけども、アイドル状態とかね、テキスト書いてる時とか、そんなに負荷かけてない時っていうのはほとんどもう音しないです。ほぼ無音ですね。はい、ここにですねファン排気口みたいなのがあってですね、ここから一応ファンの音が聞こえるんですけども、今みたいなねアイドル状態、ほとんどこの仕事はさせてないっていうか、アイドル状態の時はもう全然音聞こえないです。もうこういう風に耳の中にね突っ込んでも全然音が聞こえないんですよ。何やってんだって話なんですけれどどんぐらいね、音が聞こえないかと言いますと、はい、ここに撮影用のね高性能のマイクがありまして、これをねここの Surface Pro 8の、ファンがね鳴る部分であろうところにビタ付けしてもう音聞こえないでしょ全く。今はちょっとね BGM を切ってやってみますけど、僕もちょっとじゃあ黙ってみますね。5秒間ぐらい今ビタ付けしてやってみます。はい、どうでしょう。もう全然音聞こえないですよね。という感じで、通常使いだったらね、全くの無音で使える Surface Pro 8ということでした。ファンの音に静音性に関してはもう全然心配するレベルではなかったよというところでした。はい、次にね、使ってみてしみじみと良かったなーって思ったのは軽さですね。Surface Pro 8ね、タイプカバーつけて約 1.1kg っていう重さなんですけども、1.1kg の PC ってやっぱ軽いなって思いましたね。もうね、この指でつまめるぐらいの軽さなんですね。指でつまめるというとね、こんな使い方はする人いないと思うんですけども、とにかくやっぱり 1.1kg のね、重量だったら僕は全然ありなんじゃないかなって思うんですよね。よくね、1キロ切るね、PC なんかもあるんですけども、1.1 キロでももう僕は全然いいかなと思います。以前ですね、使っていました Surface Book 3。これなんかはね、1.6 キロあるんで、やっぱりね、重いっす。これはね、重いっす。で、新しいM1 MacBook Pro も 1.6 キロあるでしょ。
ぱね 1.5 キロ以上とかになってくるとね、これをカバンの中にこう入れて、持ち運ぶのはね結構難儀なんですよね。でサーフェスプロ8に関してはもう 1.1 キロだから、もう本当にパタッとね、タイプカバー閉じてさっと入れて仕事に出かけられるというぐらいのこのフットワークの軽さがあるので、僕はねこの軽さは良かったなと思いますね。はい、あとね、これ使ってて便利だったなって思ったのが、今回このタイプカバーを指紋認証タイプのタイプカバー買ってみたんですけど、これがね、地味に便利でした。もちろんね顔認証爆速でロック解除できるんですけど、指紋認証もね、あると席に着く前からこれをね触れただけで解除できますのでご覧ください。これがね、結構地味に便利だったっていう感じですね。今のねご時世だと、やっぱりマスクをね普段してることの方が多かったりするので、そういう時に、指紋認証がねあるとすごい便利ですね。あと顔認証の時ね、ここの顔認証これできるんですけど、合わせる時にねこの自分の顔を動かしてこのカメラに合わせたりして、それでもなかなか合わなかったりするとね結構滑稽な時ありますので、指紋認証はそういうのがなくなるので、便利でした。はい、以上がね、Surface Pro 8を1ヶ月使ってみて、良かった5つのことをねちょっと挙げてみました。やっぱりね、Surface ファンとしてはね、この Surface Pro 8、Surface の真打ちというだけあってタブレット PC なんですけど、本当にねメイン PC としてもガンガン使える、パソコンだなっていうのが、僕としては思ってますね。やっぱねいいですよこの Surface Pro 8は。はい、次回も Surface に関する動画アップしていきたいと思います。そろそろね、このデスクツアーなんかもやってもいいかななんて思っております。それでは以上になります。バイバーイ。